島を襲った謎の現象と荒玉の頻発に関して多吉姫氏および刀剣類管理局監査室からは未だ何の声明もなく。どう見ますか？切り捨てられたな。完全復活した以上多吉姫がユキナを人間の手を使う必要はない。初めからこうなることは分かっていなかったんでしょうね。多吉姫が隔離用の門を開いてから今日で1週間。この状況下、美濃関と平城からの都市派遣は助かったな。エマとイロハには私からも礼を言っておく。はい。江藤たちはどうしている？さすがに答えたようです。けれど次の日からはもうそれぞれ荒玉の討伐任務に就きました。ヒトラ・ミルヤ率いる調査隊も同じく。それが最善だと自分たちで考えたのだと思います。そうか。サナ、お前には調査隊の直接指揮を頼みたい。気になっていることがある。はい、それは構いませんが、しかし現場の総指揮は誰が？一人当てがある。存外頑固でな。説得に骨が折れた。ゆかりにだけは言われたくないものだ。柚月先輩？協力をさせてもらえるか？喜んで。ではミナト先輩すら恐れた鬼の柚月復活ですね。いや、鬼悪魔柚月先輩。そこまでか。ですが柚月先輩が都市全体の総指揮、私が調査隊を直接指揮するとなると、ゆかり先輩は何を？決まっている。決着をつけに行く。20年前のな。こうして舞ちゃんお手製のスイーツをみんなで囲むのも久しぶりだね。じゃあ私これにしようっと。これチョコミント味？結構いけるかも。これなら日和ちゃんがこだわる気持ちもわかるな。かなみ、お前本気で俺たちが気づいてないとでも思ってるのか？こっちのお菓子こっそり2つ取ったのバレちゃったか。もうやめよう、かなみちゃん。かなみんがいっぱい我慢してること私たちみんな知ってます。かなみの嘘、私でもわかる。嘘って何？やだな。私そんなにおかしく見える？笑いたくないなら笑うな。私、日和ちゃんに言った。一人じゃ大変なもの半分持つよって。なのに肝心な時に私の手は届かなかった。約束も守れないで結局全部日和ちゃんに持たせて、私は何もできなかったんだ。かなみちゃん、気持ちは私たちみんな同じだからね。舞ちゃん。そうだよ、俺たちもだ。約束守れなかった。ごめんね。かなみんにばかり辛いことを押し付けました。だからねえ、かなみちゃん、もう我慢しないでいいから。もう平気だから。ごめん、いっぱい迷惑かけちゃったね。問題ナッシングです。いつも助けてもらってるのは私で、迷惑ついでにみんなにお願いがあるの。せめて取り戻したいんだ、小ガラス丸を。
日和ちゃんのお刀を。マニワ学長、隠れ家の門はどんどん広がっているようですね。そうだな。もうあまり時間がないのかもしれない。ところで聞いているかもしれないが、綾小路武芸学者の宗楽学長が現場式に復帰した。そのため調査隊の指揮担当は今後しばらく私が取ることになった。はい、承知しました。んで、就任早々私たちを呼び出して何の用だ？ああ、それだがな、ヒトラとムスミがそろそろ戻ってくる頃だと思うんだが。その前にユイの容体はどうなんでしょうか？アンプルを打った後音沙汰がないんですけど、入院したって聞いただけで。山城は今も治療中だ。医者が言うには驚くほどの回復を見せているそうだが、まだ退院は許可できんらしい。回復の速さはおそらく柚木先輩、宗楽司令官のアンプルの影響だろうな。失礼します。ユイ、もう大丈夫なの？もう大丈夫って言いたいところだけど、お医者さんにはまだ歩き回っちゃダメって言われてるんだよね。とほほ。いや、お前今まさに自分の足で歩いてるだろう。いやー、早くみんなに会いたくて、お医者さんの言うことを無視しちゃいました。で、バカなのかお前は。マニワ学長、聞いてください。今もたくさんの都市が、荒玉を相手に戦ってて傷ついた女の子が、次々と医務室に運ばれてきています。そんなのを見てたら、私、いつまでもベッドでゴロゴロなんてしていられません。いや、お前も結構な重傷のはずなんだが。大丈夫です。お願いします。私を調査隊に復帰させてください。任務に行かせてください。調査隊に復帰？任務に行かせろ？そんなのダメに決まってんだろう。山城、お前はまだ医者に歩き回るなって言われてるんだぞ。でも私、もう医務室に戻る気はありません。復帰できなくても勝手に調査隊についていきます。ストーキングは大得意なんで。ユイが言うと説得力がすごい。ユイちゃん、じっとしていられない気持ちはわかるけど、お医者さんの言うことは聞かないと。まあ本人が大丈夫だって言ってるんだし、連れてけばいいんじゃねえの？何かあったら私がぶった切ってでも止めてやるよ。ちょっと小吹ちゃん、またそんな無茶なことを。いや父、こいつの性格考えてみろよ。置いていくっつってもマジでついてくるつもりだぞ。仮に私らがうまく巻いても、どうせ他の都市にくっついていこうとするはずだ。確かにそうかも。そう考えたら無茶しないよう目も届くし、最初から一緒の方がいいのかもね。小吹さん、私の実力を信じてくれるんですね。ありがとうございます。フッキーが信じてるのは実力じゃなくて危ない性格の方だと思うけど。でも私もフッキーと同じ意見だよ。ユイが大丈夫って言うなら大丈夫な気がする。私からもお願いします。ユイを調査隊に復帰させてください。ちゃんとみんなで面倒を見ますから。みんなで面倒を見るって子犬じゃないんだぞ。わかったよ。そこまで言うなら条件付きで復帰を認める。隊長のキトラが戦闘継続困難と判断したら即座に戦線から離脱すること、これが復帰の条件だ。いいな？はい、ありがとうございます。みんなありがとう。今まで迷惑かけちゃった分頑張るからね。キトラがいきなり復帰を拒否する可能性もあるからな。その時は素直に諦めるんだぞ。あれ、そういえば
ミルヤさんの見目麗しいお姿と清香ちゃんの愛らしい姿が見えませんね。それはな、キトラの進言で2人にあることをやってもらっていてな。キトラミルヤ、ムスミ清香、ただいま戻りました。キトラ、ムスミともにご苦労。ちょうどいいタイミングだ。ああ、七の里、これがお前たちを呼び出した理由だ。どういうことだ？キトラ、ムスミの2人には鎌倉まで出張ってもらって刀剣類管理局保管の文献を調べてもらってい刀剣類管理局の文献を。た。それでキトラ、ムスミ、成果は？ありました。細かい点は別途まとめた資料が文献保管室から届くよう手配しておきましたが、今口頭で構いませんか？もちろんだ。その方が助かる。賀州清光と朝倉家の関係性の調査ですが、私の推察した通り、朝倉美穂の先祖が賀州清光を使い、大荒玉を隔離用に封印したという記録を発見しました。いえ、正確に言えば大荒玉を封印した必殺のお刀だからこそ、朝倉家は賀州清光を代々受け継ぎ、今朝倉美穂の手にあるということだと思われますが。要約すると、つまり賀州清光は南無薬師影光と同様、隔離世と写し世に存在し、多吉姫に致命傷を与えられる可能性があるってことだな。ゆかり様、その後黄泉に関する報告は？未だないな。そうですか。闇お姉さん、どこ行っちゃったんだろう。さつきよみが消息を絶って今日で1週間。さすがにもう。あの闇お姉さんが簡単に死ぬわけないじゃん。失礼します。お願いがあります。私たちを出撃させてください。出撃？多吉姫のもとへ行くということか？はい、せめて小ガラス丸だけでも、日和ちゃんのお刀だけでも取り戻させてください。なるほど。後ろの4人も要件は同じか？はい、私たちも行かせてください。隔離用の門がだいぶ広がっちまってるから、ついでに様子を見てきてやるよ。そのまま多吉姫を倒しちゃうかもしれないですけどね。いいだろう。出撃を許可する。ただし必ず生きて帰ってこい。千鳥のお姉さんたちばっかりずるい。宗楽学長、私たちも出撃させて、読みお姉さんを助けたいの。夢の言う通りですわ。可能性がある限り諦めたくありません。宗楽司令官、僕たちも出撃を希望します。読みを、仲間を迎えに行かなければならないです。分かった。ただし地上の荒玉を並行して討伐すること、それが条件だ。はい、ありがとうございます。まるで世界の終わりのようですね。俺らが負ければ本当にそうなるだろう。マイ、あれ。あそこに多吉姫が。見ててね、日和ちゃん。小ガラス丸、必ず取り戻すから。いい？みんな、この戦いで私たちがやるべきことは。今さら言われるまでもない。はい、
きっとみんな同じ意見です任せてマイ私たちでかなみちゃんの道を切り開きます地上の荒玉は僕たちに任せてくれ。エトーさん、あなたはまっすぐ前にお進みなさい。早速出た荒玉相手は私たちの出番だねマキお姉さん鈴鹿お姉さん行くよそれではこれより二手に分かれる。エトーたちは私と共に東京駅ビルにいるタギツ姫のもとに向かう。ゆかり様も一緒に来てくれるんですか私がタギツ姫と同化していた経験が役に立つこともあるだろう。何よりこの目で結末を見届けねばならないからな。心強いですありがとうございますマイ頑張ろう親衛隊は付近の荒玉を殲滅しつつ黄泉を探す。ヨミは必ず僕たちの手だ。ゆかり様、どうかお気をつけて。ああ、お前たちもな。では作戦開始。歌手清光はタギツ姫に致命傷を与えられる本当なんですか？繰り返すが可能性があるという話だ。刀剣類管理局も現時点では歌手清光をそこまで重要視はしていない。でも気になることがあります。先日朝倉美穂が大荒玉を討伐した際、突然タギツ姫が現れたんです。あれはもしかすると歌手清光の危険性を察知しての行動だったのかもしれません。でも歌手清光には何もせずに帰ってしまいましたよね。タギツ姫は歌手清光は放置しても構わない、自分にとって危険性はないと考えたからではないでしょうか。何にせよ今ある情報だけで断定はできんが、実際にタギツ姫を切ってみるしかねえってことか。さすが小吹さん、怖いくらいシンプルですね。シンプルだが一理はある。それに歌手清光がタギツ姫に対して特別な効果があろうとなかろうと、お前たちが出撃すればエトーたちの一助となるだろう。朝倉、お前はどう思う？試してみたいです。清光でタギツ姫を倒せるかどうかを。何より花見がタギツ姫と戦うっていうのに何もしないなんてできません。引くまでもなかったか。ではエトーたちと同行できるよう宗楽司令官にお前たちの出撃許可をもらおう。よろしくお願いします。サナ、ここにいたのか。宗楽司令官、ちょうどいいところに。私に何かご用でしょうか？たった今、ゆかりを江藤かなみたちと一緒にタギツ姫のもとに向かわせた。また親衛隊の3人も黄泉の捜索に向かわせた。土地が減ったことで周辺の警備が手薄になるから、もし調査隊の手が空いているなら配備を頼めないかと思ったのだが。かなみちゃんたち出発しちゃったんですか？一足遅かった。何かあったのか？詳しい理由は後回しにしますが、こいつらもタギツ姫のもとに向かいたいそうです。本気か？わかった。許可する。周辺警備は他を当たる。頼んだぞ、キトラ。かしこまりました。皆さん、やっぱり私きちんと謝らなきゃって
ずっと思っててすみませんでした。私のことあんなに大事に受け入れてくれたみんなにお刀を向けるなんて、今考えたらなんであんなこと平気でやれたんだろうってずっと思ってて、本当にごめんなさい。ゆい、分かってるから大丈夫だよ。洗脳がそういうものだということはここにいる全員が理解しています。決してあなたが悪いわけではありません。ゆいちゃん、誰も気にしてないから。そうそう、そんな改まってよ、お前らしくねえぜ。それよりゆいちゃんが戻ってきてくれたことの方がずっと嬉しいもの。みんなありがとう。でもよ、ミルヤがあっさりユイの出撃を認めるとはな。もうちょっと渋るかと思ったぜ。その方が無茶しないよう目も届くと瀬戸内知恵が言ったそうではないですか。私はその意見に同意したまでです。しかし山城ゆい、無茶をすれば即座に帰還させます。私が戦闘継続不可能と判断した場合も同じです。それを忘れないでください。はい。じゃあ行きましょうか。あれ、見てください。腕試しにちょうどいいタイミング。私がどれくらいやれるか見てください。でも無理は禁物だからね、ゆい。ドクターストップのこと心配だったけど、ゆいちゃん問題なさそうだね。私の清香ちゃんへの愛が現代医学を凌駕したって感じじゃないかな。ちょっと何言ってるのかわからないけど、山城優衣が問題なく動けているのは親衛隊用の境界区の影響かもしれませんね。はい、すっごく調子もいいです。足手まといにはなりません。でも本当に無理はしないでね。無茶をすれば即座に帰還は私も同意だから。話はそれくらいにしとこうぜ。ユーカリ様たちがタギツ姫と戦う前に追いつかないと意味がないんだからよ。そうだよね。それじゃあみんな先を急ごう。やれやれ、すげえ数の荒玉が嫌がるな。かなみちゃん先行して。ゆかり様、かなみちゃんをお願いします。うむ。あれは敵は荒玉だけじゃないようですね。江藤さん、うわ、この得体まで空から降ってきやがった。させない。いとみさん、邪魔をしないでください。かなみ、行って。わかった。どうして邪魔するんですか。いとみさん、何も関係ないじゃないですか。そうでもない。私はあなたの先輩みたいなもの。知ってます。逃げたんですよね。もっと大事なものを見つけただけ。大事なもの。強くなること以上に何が。邪魔しないでください。なんで私は追いつけないの。ひとみさんにも江藤さんにも。今度は私が助ける番。そんな魂のこもってない剣じゃ何も切れない。
なたにもこの熱はある。さあや、お疲れ様です。この得体は全員片付いたみたいだな。かなみちゃんとゆかり様を追いかけよう。ねえねえ、ユミお姉さんどこにいるのかな。せめてユミさんの目的が分かれば目星がつくのですけれど。ああ、もうこんな時にユミお姉さんがいたら索敵能力を使ってユミお姉さんを見つけられるのに。ヨミがいればヨミを見つけられる。ユメ、自分で何を言っているか分かってないだろう。でも夢の気持ちは分かりますが、とても矛盾した表現ですけど。親衛隊は4人で一つということか。その通り。マキお姉さんいいこと言うね。夢、気をつけなさい。また出た。早くユミお姉さんを探したいのに。僕たちの任務には荒玉の殲滅も含まれている。早く片付けてヨミの捜索を続けるぞ。二人ともあれを見ろ。あれはヨミさんが使う荒玉ですわ。ってことはあの辺にユミお姉さんがいるってこと？その可能性が高いだろうな。とにかく行ってみよう。あの方向は東京駅ビル。ヨミさんは一体何をしようとしているのでしょう。それにあの荒玉は刺激している数が尋常ではありませんわ。ヨミさん、そうまでして何を。すごい数の荒玉ね。倒しても倒しても次々に湧いて出てくるわ。出発してから荒玉と戦ってばっかりでほとんど進んでない気がするんですが、ゆかり様たちに追いつけるんでしょうか。今は追いつけることを信じて全力を尽くすしかありません。荒玉ちゃんたち元気良すぎだろ。また今度遊んでやるから、今はタギツ姫のところに行かせてほしいぜ。タギツ姫様のところにだって？どういうことです？この得体？それに花さん。ユイ、君がなぜ調査隊と一緒に私たちを裏切ったんですか？まずここで鈴本花たちを相手にしていてはかなりのタイムロスになる。ゆいちゃん、私に任せて行ってください。しかしただの足止めです。無茶はしません。危なくなったら逃げます。私だって死にたくはないですから。言ってください。かなみちゃんたちに追いつけないと意味がなくなっちゃうんですよ。行こうみんな。ユイの言う通りだよ。そうやって迷ってる時間ももったいねえだろ。見るや。山城ユイ、必ず生還しろ。隊長命令だ。はい、その命令だけは絶対守ります。ユイ、裏切り者は許さない。粛清してやる。バカな。ユイと僕たちの間にこれほど力の差があるなんて。とっておきの方法を使わせてもらったんで、私。でもここだけの話、
そのおかげで副作用が今もヤバくて、何とも言えない渇きを我慢するのに必死なんですよ。ゆい、なぜ裏切った？タギツ姫様が想像する理想の世界を見たくないのか？理想の世界？タギツ姫が閣僚の門を開いた結果がこうじゃないですか。理想郷を創造するために必要な犠牲だ。勝手な理屈ですね。私はミクを守りたくて都市になったんですよ。ああ、ミクっていうのは超絶可愛い私の妹で、ちょっと難しい病気にかかってて、小さい頃からずっと入院してるんです。ミクは勉強が大好きで、病室にはいつも分厚い本が山積みになってるんですよ。将来の夢は学校の先生だそうです。もしミクが健康だったら、そんな夢簡単に叶っちゃいます。でも病気は全ての可能性を奪ってしまう。私、ミクの病気は治してあげられないけど、私が都市でいる限りミクは最高の治療を受けられる。だから私は都市なんです。そんなミクが、私の守りたい人が犠牲になるような世界、そんなものが理想郷のわけがない。何を生ぬるいことを。タギツ姫を倒せば花さんたちの洗脳もきっと解けるはず。そうすれば私の言ってることわかると思いますよ。生ぬるくなんて絶対ない。大事なことだって。だからそれまでおやすみなさい。さてと、実はずっと痩せ我慢してて、体中めっちゃ痛いし熱もあるみたいなんだけど、まあ気合でなんとかしちゃおう。